近づいた後、よし、プリミティアプレイヤー L です。今回は伐採機を作ってみようと思います。新たに発見された現象を使っていい感じに木を切り倒してみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは最近嘘を66さんが発見した謎の現象を確認しておきましょう。推進力の発生しない回転するだけのプロペラをベアリングで動けるようにして高速で回すことで一旦止まると進む方向が逆転する謎の現象が発生するそうです。早速こちらのプロペラで試すと、動き出しました。動いている途中に私が体当たりして動きを止めると、動きが安定しませんね。どうやら今の動きはプロペラの反作用が働いて動いているだけみたいです。バッテリーを3本に増やして回転数を上げてみても反作用が増えただけで反転の現象は起こりませんでした。そこで反作用を弱くするためにプロペラの羽の角度を90度変えて空気抵抗を少なくしてみました。そうすると反作用の力が働く方向に勢いよく動きましたが、私の体に当たると動く方向が反転して先ほどと逆方向にゆっくり動いてくれています。こちらが紫ジェシーさんの空母をフソ66さんが検証している時に発見した謎の現象ですね。先ほどこうならなかったのはプロペラの空気抵抗がありすぎると反作用に負けてしまって動きが安定しないということみたいです。だったら空気抵抗が最小になるようにモーターの軸に何もつけずに回してみるとどうでしょうか。この状態で回してみると微妙に謎の力が発生している気がしますが、力が弱すぎて動きがかなり遅いです。そこで木の棒を追加して軸をわずかに重くするとダメですね。このくらいでは動きはほとんど変化しません。そこで生ゴムを追加して重量を重くしてみましょう。バランスが悪いせいかぐらぐら震えていますね。ここで私の体に当ててみると動きが反転したように見えましたが、またすぐに元に戻ってきてしまいました。軸が揺れているせいで反作用が強いみたいです。ここでモーターの軸側を固定してモーター本体を回転するようにしてみましたが、こちらは反作用も謎の力もわずかにしか発生しませんでした。ある程度の重量物をバランスよくつけることがうまく力を発生させる条件みたいです。その証拠に2つのゴムの塊をつけた状態だとある程度の速さで反転できる謎の力が発生してくれました。でもプロペラに空気抵抗がないと反作用を受ける方向に勢いよく回ってくれないので、ゴムを薄切りにしたものを組み合わせたりプロペラの直径を調整したりしてそれなりの速さで動いて回転方向も反転できるちょうどいい重さと空気抵抗になるように調整していきましょう。重量が少ないと謎の力が弱くなりますし、空気抵抗がありすぎると反作用を受ける側の動きが速くなりますが、反転しなくなるので結局ゴムの板をたくさん重ねたプロペラのようなものになりました。これで往復運動する部分はできたので、この部品を上に乗せるためのバ
伐採機の台車部分を作っていきます。こちらはシンプルに木のフレームと後輪がモーターで回転する形式にして、タイヤは以前も使っていた滑らかタイヤを流用しました。よし、台車部分はできたので、バッテリーをつけて動かしてみると、よし、スムーズに進みました。これで台車はできたので、木を伐採するための伐採機の仕組みを上に追加していきましょう。木を切っている感を出すために、ゴム製の雑魚キャラの見た目にして、そこに最初に作った方向が反転して動くプロペラを使った仕組みを取り付けることで、手に持った斧を振り回せるようにしました。胴体部分の回転をちょうどいい範囲でロックして、一番下にベアリングのバネをつけているので、斧を振った時、ふねっと衝撃を吸収して反転しやすいようにしています。早速動かしてみると、雑魚キャラが斧を振っているように見えますね。斧にまだ刃がついていませんが、木を叩かせることで、わずかにダメージが入りました。その反動で、ゆっくり棒が戻っていって、気休めも食らわせています。もっとダメージを上げられるように、タングステンの刃を追加しましょう。棒の重量が重くなりましたが、この状態でも、問題なく斧を振ることができました。ついでに木を切らせると、よし、1007ダメージを与えて、破壊できます。これで木を伐採する仕組みができたので、スイッチ部分と配線を取り付けて、仕上げていきましょう。3つの接点を持つロータリースイッチをつけて、斧を振るだけのパターン、走りながら斧を振るパターン、電源オフの3パターンを選べるようにしました。ちなみに、プレイヤーにも攻撃できるので、何度か斧を食らっていると、やられてしまいます。では早速、木を狙ってみると、斧を振りながら前進して、ダメですね。斧の裏側の木の部分が当たって、まともにダメージを与えられません。もう一度試して、斧の刃の部分が当たったとしても、角度が悪いのか、あまりダメージが入りません。そこで、前のバンパーの位置を調整して、斧の反対側にも、刃を取り付けました。これならどうでしょうか。早速試してみると、走りながら斧が当たって、木を破壊できました。それから、落ちた草に向かって、何度も斧を振って、破壊してくれています。でも、できれば木の部分を破壊したいので、タイミングを合わせて、もう一度やってみます。ゆっくり前に進みながら、近づいた後、よし、木こりが斧で切り倒すように、木を破壊できました。これで伐採機の完成ですね。でも、木に斧が引っかかるので、繰り返し振ることはできませんでした。今度はもっと大きな木を狙いましょう。これくらい大きな木でも、しっかりタイミングが合えば、ちゃんと切り倒せました。でも、普通に切るより、走りながら斧の刃がぶつかった方が、ダメージが大きいです。そして、小さな木を狙うと、いい感じに刃が当たれば、まとめて切り倒すこともできました。しかし、ドローン工場の壁は、走りながら刃を当てて、破壊することはできますが、一旦止まって、斧を振って壊すことはできませんでした。耐久力が高いものには、強くないみたいです。次は風力発電機です。こちらも、走りながら斧が当たると、一撃で破壊することができましたが、止まってから斧を当てても、
十分なダメージを与えることができません。それでも、私が斧を引き抜いて、何度も振ってもらうことで、なんとか倒すことができました。でもこの方法だと、あまり実用性はないですね。では次は、こちらのザコキャラの大群を狙って、伐採機で攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速進ませていると、なるほど、ザコキャラを押して、引き倒しています。動きは速くありませんが、その分安定しているのか、意外と多くのザコキャラを巻き込んでくれました。でも斧部分は働いていないので、ちょっと残念ですね。それでは最後は、イエロースライムに効くように、斧にガラスを追加したら、こちらの巨大スライムを狙って攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速走らせてみると、ガラスが当たっていませんね。そこでガラスをさらに追加して当たるようにしましたが、倒すだけのダメージを与えることができません。それどころか攻撃を加えるたびにマッサージが派手に爆散しています。ベアリングをたくさん使っているものが大きなスライムに弾かれるとこうなりやすいです。それでも何度も繰り返すことで、やったー !22,126 ダメージ、巨大スライムを倒しました。運よく弾かれたガラスが強く当たってくれたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、マッサーキさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、